こんにちは、ジーリプトです。通常日曜はお休みなんですが、ビットコイン2024のトランプの演説が終わったので、動画に残しておこうと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アオキ氏、また最近では第5子の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、早割り終了まであと3日となっております。今後はまたチケットの価格自体が上がりますので、検討している方はお早めにお願いします。概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。またメンバーシップの方では毎朝1分で情報収集できるまとめ投稿が動画よりも好評いただいております。こちらは動画よりも半日早く、そして手っ取り早く情報収集できますんで、日頃忙しくて情報収集に時間割きたくないとか、動画も見てる暇ないという方はこちらもぜひご利用してみてください。まずは注目されていたトランプのビットコイン2024での演説がついに行われまして、様々な公約が発表されましたね。SEC のゲンスラーを解任するとか、現在売り圧が懸念されている米国保有のビットコインの売却を止めて、ビットコインを米国の準備金にして今後も増やしていくとか、あとは現在規制されている米国のあらゆる仮想通貨規制の緩和、ビットコイン暗号通貨の専門委員会の設置と、あとはステーブルコインとマイニング事業支援。そしてこれは前から宣言されてましたけど、シルクロード創設者ロスの原型と CBDC 発行禁止も改めて主張してました。そして万が一トランプが敗れて民主党が勝った場合、仮想通貨市場は大変なことになると、ここにいる人たちは全員消えるよみたいな発言もしてましたね。正直始まる前は、ただ煽って終わりかなくらいに思ってたんですけど、スピーチの中身を見るとですね、そのただ煽るだけじゃなくて、現状のアメリカの仮想通貨事情とか、その他の市場との関連性もすごい理解してるような内容でしたよね。ビットコインが発行からわずか15年で、金の時価総額に近づこうとしてるとか、アメリカがやらなかったら中国や他の国がやるから先にやるんだとか、またマイニングに関しての電力問題も、今後マイニングするために今以上に電力を調達するとか、CBDC を禁止してステーブルを広めることで個人の資産を守るとかね、本当に内容がしっかりしてて、会場も大盛り上がりとなってましたね。でまた対抗の民主党ハリスに関しても、あいつはバイデンよりも悪いやつだと、今巷で噂されてるハリスの動きを例に出してですね、バイデンが撤退したから安心というわけではなくて、あいつを倒せないといけないと、しっかり敵として認識させるような発言もしてましたね。あと他ではカンダ・フィッツジェラルドの CEO がビットコインに20億ドルずつ投資する新規事業の立ち上げを発表してたり、あとはたびたび出てくる仮想通貨擁護派のラミス議員が今後5年間で米国が100万 BTC を購入する法案を提出すると発表してたり、会場を盛り上げていました。一方民主党の方も下院議員のワイリー・ニッケル氏が参戦してまして、ハリス側に仮想通貨政策の採用を要請する書簡を送ったとか、仮想通貨業界に寄り添うような発言もしてるんですけども、それとは別にですね、トランプが過去にビットコインは詐欺だと発言していたことに関しても触れてまして、彼は選挙のために主張をねじ曲げてると、彼は嘘つきだと指摘しています。でただこのビットコイン2024に集まっている人たちは仮想通貨民ばっかりなんで、今までビットコインを押してきたトランプを批判する発言を聞いてブーイングが起こってましたね。注目されていたビットコイン2024はこれで終わりとなりましたけども、大統領選は11月まで続きます。共和党民主党どちらが勝つのか注目ですね。ビットコインの価格は現在67,600ドルあたりを推移しております。米市場はお休みなんで動きはないですけど、一応他市場を振り返りますと、米国債券の 4.194 を推移しておりまして、ナスダックが 19,023、S&P500 が 5,463、ダウ平均が 4589、金ゴールドが 2,386 ドル、日経平均が 37,667 円、ドル円が 153.72 円となっております。ビットコインの先物の方では生産もそれほど走ってなくてですね、OI は全体でプラス 2.1%、額としては370億ドル相当と昨日より増えてます。比率としては全体ではショートが 53.2%、バイナンスミはショートが 51.6% と下寄りになってます。今後の指標としては、7月30日に日本の雇用統計、ドイツユーロの実質 GDP、米ジョルツ求人件数、米コンファレンスボード消費者信頼感指数、
7月31日に日銀政策金利、米 ADP 雇用者数、米シカゴ購買部景気指数、米中古住宅販売制約指数、そして8月1日早朝に FOMC、夜に米中銀政策金利、米 ISM 製造業景気指数などが控えております。トランプの演説開始と同時に落ちるという、大方の予想通りの展開となりましたね。個人的にはだいぶ長い期間煽られてたイベントだったんで、もっと落ちるかと思ってたんですけど、結果的には66,000のラインで耐えて、また68,000の攻防に向かっています。一大イベントが終わりましたけど、トランプのこの公約が徐々に浸透していくとなると、また面白い展開になりそうですね。ただ来週には FOMC が控えております。また来週からの ETF の動向にも注目したいですね。チャートだけ見たら、足も下髭を残した状態となってますが、上は7万ドルの攻防を抜けられるかどうか、下は64,000で耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3240ドル、BTC 建ては 0.0477 と、昨日からは下がっております。先物の方では、OI は全体でマイナス 3.4%、額としては137億ドル相当、比率としては全体ではショートが 50.1%、バイナンスにはショートが 51.2% と下寄りになっています。イーサに関しては ETF も毎回利率を記録しててですね、ファンドとしても先日からいいファンドがない、どちらかというと悪いファンドが目立ちます。そしてオンチェーンの動向も良くなくてですね、BTC 建ても下がる一方で OI も減少してますし、いいところがないですね。今後期待できるところを上げるとしたら ETF の反転くらいでしょうか。チャートだけ見たら3200のラインで耐えてて、3500の抵抗が強い印象ですが、ここを抜ける要素が今のところないんで、厳しい状況なのかなと思いますよね。上は3550あたりの抵抗を抜けられるかどうか、下3000ドル、もしくはその下の2800で耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。今日はこのとかですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。